光沢クリアを十分に乾燥させたら塗り分けのためにマスキングをします。曲線をマスキングするときは図のように小さく切ったテープを重ねたり、曲線に切ったテープを重ねる方法が早くてお手軽です。ただ、どうしてもテープを重ね合わせた部分から塗料が入り込んでしまうことがありますので、筆での修正もセットで考える必要があります。そこで今回はできるだけ修正なしで綺麗な直線、曲線をマスキングする方法を解説します。まず 0.5mm の極細マスキングテープを塗り分けの際に貼ります。次に極細マスキングテープにかぶせるようにマスキングゾルを塗ります。最後に全体をマスキングテープで覆います。こうすると長い直線や曲線もガタつきがなく綺麗にマスキングすることができます。ポイントは全体をマスキングする前にマスキングゾルを塗ることです。マスキングゾルには粘着性がありますので、上から貼るテープが浮くことを防ぎ、塗料がテープの間から侵入することがなくなります。全体をマスキングしたらブラックプラスクリアとクリアブラウンを重ね塗りします。真っ黒になりすぎないよう注意しながら塗ります。こちらが塗装後にマスキングを剥がした状態です。極細マスキングで塗り分けた部分はガタつきがなく綺麗な曲線になっています。小さいテープで細かくマスキングした部分はガタつきがありますので、面相筆で修正します。マスキングと筆による修正はだいたいこんな感じでやっています。艶消しをした後、ゴールドを塗り分けるためにマスキングします。先ほどのガーターベルトと同じ要領ですが、ざっとおさらいしておきます。塗り分ける際に極細マスキングを貼ります。テープにかぶせるようにマスキングゾールを塗ります。小さく切ったテープを丁寧に貼っていき、全体をマスキングします。マスキングできたらスターブライトゴールドを塗装します。薄め液はメタリックマスターを使っています。いい感じに塗り分けできました。次はタイツを塗装します。